皆さんこんにちは、竹中原竹寺4代目です。この間すごいとこに行ってきました。仁淀ブルーで有名な仁淀川って川あるんですよ。四万十川っていう川が高知県では有名なんですけれど、県外の方にはね、ところが高知県内では水量も豊富で川の水もきれいだということで、昔からね有名な川だったんですよ。で僕たちがキャンプに行く時なんか仁淀川とか上流行ったらもうあんまり流れがきれいなんで、もうそのまま水汲んで煮炊きに使ったり、もうそれぐらい綺麗な川が今でも残されてるんです。でさらにそこの仁淀川の支流にこう谷筋にね道がずっとこうつながってて、それで集落がもう残ってるんですけど、もう僕たちのその虎竹の里なんかではもうなくなってしまったような人と川との暮らしがまだまだ残っとって、そこにですねうなぎ漁があったり、ああいうの玉しゃくり漁とかっていうのが残ってる。それどんなかというと、これぐらい小さな白い玉をね、こう天ぐすの先につけて、で僕らのなんかしゃくり漁っていうと、まあ海ですからね、しゃくりってこれぐらいあるんですよ、しゃくる針が。ところがこの地域ってしゃくり漁って言ったら、まああいうしゃくるんだけど、小さいこんななんか魚を釣るような小さな針を2つ3つつけて、それとこしゃくってるんですよ。鮎ってねものすごく動き早いんですよ。どうやって取るのかなと思って見てると意外と釣れるんです。で聞いてみると、鮎っていうのは縄張り意識が強くて岩場の苔食べてますから、餌場があるんですよ。そこをこう周回するルートは決まってるそうなんですよ、やってる人に聞くと。でいつも同じところを回ってくるんで、回ってきたところをしゃくるんだという話を聞いたんですが、そういった伝統の漁法が残ってて、鮎をこう釣ってたりとかですね、でうなぎを取ったりとか、昔の原風景っていうんですかね、もう仕事の合間に鮎釣ったりしてるんだから。で当たり前のようにうなぎを川に取りに行ったり、晩ご飯になったり昼ご飯になったりして、みんながこう川と人の暮らしがものすごく密着している素晴らしい地域を拝見させていただきます。そういった暮らしの中から、これうなぎかごなんですけどね、うなぎかごっていうのは作られとって、10匹ぐらいいるそうなんですけど、何のためのうなぎかごかというと、はえ縄漁でうなぎを取ってるそうなんです。はえ縄っていうのはね、こう浮きを2つこう浮かべておいて、でここにこうロープを1本張って、でそこにこういくつかこう餌のついた針を垂らしておくんですよ。でこれもだいたい夕方ぐらいに置いといて、次の日の朝に取りに行く。はえ縄漁というて思い出す話が一つあるんですよ。小学校の時近くの川にはうなぎも鮎もいっぱいおりましたんで、毎日のように取りに行ってたんですよ。でその時にね、いつもそのうなぎ受けって言って、これで竹を使ったうなぎを取る道具でいつも取ってたんですが、たまたまですね先輩からはえ縄漁という漁があるよっていうのを聞いたんです。本格的な道具も何もないので、受けはねシャンプーの空きボトルで、それを2つ用意しておいて、でそこに手作りでロープ張って、で紐を確か3本か4本か垂らしてですね、餌は当時自分の父親が近くに新庄川っていう川があって、そこも鮎漁が盛んだったんですよ。でそこで投網漁をやってたんで、実は鮎はねその専用の冷凍庫を一つ構えるぐらい結構あったんです。そこね、その冷凍庫から鮎をもらってきて、小さな鮎をね、それをつけて1回だけそのはえ縄漁をしたことがあります。ところがですね、初めてはえ縄漁やって、で次の日の朝見に行くんですよ。ドキドキワクワクしてですね、いつもより本当に結構早く行ったと思います。川行ったらもう誰もいない、本当静かな、もうピーンとこう張り詰めた空気のような気持ちのいい5月の河原で、もう音もね川のせせらぎの音がして、本当に川の香りもねものすごく気持ちよくて、今でもこう目を閉じると時の状況が思い浮かぶんですけど、でそこではえ縄漁どうだったかなと思って井の一番に見に行ったんです。そしたらなんとですね、仕掛けたはずの場所にその浮きが浮いてないんですよ。と思って、流されてしまったかなと思って辺りを見ていると、水草がポーンと生えてる中州があるんですよ。そこでガサガサ動いてるもんがあるんですよ。なんだろうと思って行ってみると、黒い鳥がバーッと飛び出してきて、けど逃げれないんですよ。口になんか加えてる。で何かというと、実は前の日に僕が仕掛けたはえ縄漁の鮎をその鳥が飲み込んでしまって、でもうそこから動けなくなったんです。で天ぐすをこう手繰り寄せてですね、もうパタパタ暴れてるんですよ。けども飲み込んでしまってるんで針がのけれないんですよ。でもしょうがないんで口元で切って離してあげてこう逃がしたんですけど、家に帰って調べたらその鳥はねカイツブリっていう鳥で、
で川とか沼のこう真ん中とかにこう巣を作ってね子育てするっていう、水鳥だったんですけど、その水鳥がこう自分の針に飲み込んだままパタパタっとこういなくなって、それをショックで小学校4年生か5年生だったと思うんですけど、ショックでねハエ縄漁はもうそれっきり最初で最後、もうそれ以来一回もやってないという、そういった思い出があります。なんとこのうなぎ漁の名人はね、このハエ縄漁で毎朝これいっぱい10匹ぐらい取るって言うんですよ。で今日はですね、そういったハエ縄漁で取ったうなぎをですね、大きな水槽に買って、でまたね淀川の支流の水が真夏に行ってもね冷たいんですよ。もう気持ちいい、もう綺麗な水で冷たい水で、そこでこうたくさんのうなぎを買ってね、大きいうなぎがこんな太さあって 1. 何キロあるこのうなぎとかって言っても全部天然のうなぎですから、それを今日はね皆さんにねぜひですね、このうなぎかごに入れて持ち帰って買ってるうなぎなんですけど、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思って動画にしてますので、ぜひご覧ください。ノラおおでっかいですねこのうなぎ。おおすごいね。こんなのがおるわるぞ。おおすごいね。大きいやつは1キロ700。あれが1キロ700。自然ですもんね。これが値打ちがあるわね。自然やき。ようけどこれ相は食べられんわよな。いやすごい。すごい。すごいすごい。すごすぎるわ。これもすごい。これどうしてっけのここにこれはおとりをするときにこっちの方がおとりかこれ。自分がパッとすぐでくのに取りやすいと箸から取ってパッと入れる。水が冷たいがやね。水が冷たい。これがすごい。でこれを入れちゃってあっちも入ってるわけ。おお。マジですごい。